こんにちは、猫です。レムレリア新規試したので報告いたします。今まで何か問題あるかというと、レムレリアのね姫ローです。このカードは必ず2種類サーチしなければならないので、手札にダブった時腐ります。その解決策としてイリュージョンオブカオス採用してました。これでダブっちゃった1体をデッキに戻してね姫ロー発動できます。で、今レベイユの登場によりこの問題は緩和されました。もう一つの問題はね姫ローが手札に来た場合です。レムレリアはデッキか墓地のね姫ローをセットするので、手札に来た場合積みます。2枚採用する場合この問題を緩和できますが、解決策とは言えないです。なぜならば、2枚とも手札に引いた場合、潔くサレンダーするしかないです。この問題もやはりイリュージョンオブカオスで解決できます。あるいはマジシャンズソウルズでワンドローに変えます。で、今レアリゼで直接ネムレリアをエクストラデッキに送れるので、この問題も緩和されました。じゃあ、イリュージョンセットいらないかというと、やっぱあった方が事故率低いです。メタコアです。今このコアから任意の3枚取り出すとき、事故するパターンはこの2種類ですね。これからカスタマイズしていきますが、イリュージョンセット採用した場合こうなります。グラットン採用するとこうなりました。これがイリュージョンセット採用したコアとなります。次シェルの部分を作ります。まずは壺ですね。壺5枚採用すると、40枚デッキの場合初手 50% の確率で1枚以上手札に来ます。次新規の罠カードですね。このテーマ1キル性能高いので、2枚目は基本使わないです。あとはスキドレ、マジソルとグラットンで解除できるため、3枚でも腐らないです。次、ゾウジーケアですね。このテーマは特殊召喚しかしないため、ゾウジー打たれると泣きます。残りの2枠は高校ケアですね。このテーマは召喚剣使わないため、ラバゴとの相性いいです。ゾウジー入れたい場合、スキドレと壺を削るしかないです。こんな感じとか、これシェルの部分なので、好きに改造しても問題ないです。ただし、コアの部分はいじっちゃダメ。コアをいじると回らなくなります。次、エクストラデッキについて、最速でネムレリア使いたい場合、エクストラデッキ15枚にする必要はないです。壺で6枚、ね姫ローで2枚、レベイユで3枚、オレイエで1枚、これで合計12枚です。壺の採用数が少ない場合、エクストラデッキ9枚でも大丈夫です。で、採用するカードですが、基本はこんな感じな場面ですね。レベル10が3から4枚ある場合もありますが、稀です。まずはネムレリアをエクストラデッキに戻したいですね。墓地に甘い夢ある場合、それで戻れますが、不安要素なので、当てにならないです。ネムレリアを戻せられるのはこの3枚です。汎用のリンクリボー、メインゾーン潰しのアニマ、エクストラゾーン潰しのグラコン。特に使いやすいのはアニマですね。こいつでラバゴ処理できます。次、ランク10ですね。ダメージ、破壊、向こうからのアーゼウス。これで8枚ですね。で、今のデッキバックケアないですね。バックはネムレリアで処理するしかないです。フェニックス使うとネムレリア出せなくなります。なのでデストロイヤーでいいかな。これが9枚耐性の場合です。12枚耐性の場合、マスカレセットと、ダークホープセットがあります。どっちも使ったことないけどねエクストラデッキこんな感じかな。サンプルです。先にクエスト出します。これ重要。こういうことです。
戻したのはダメージセット。で、メタコアから他のスタイルに改造できます。例えばこれが勇者セットと合わせたコアです。シェルをつけるとこんな感じかな。グラットン採用していない分、エクストラデッキの枚数コントロールが難しいです。サンプルです。次ダイザに改造しますね。コアです。正直ダイザ専用の高校特化にした方がいいです。なぜならば、このテーマは先行コントロールです。高校の時、ネムレリアは1ターン目機能しません。そのため、ダイザの専用高校デッキ組んだ方が使いやすいです。シェルと合わせるとこんな感じかな。サンプルです。ごめん、ラバゴの制約忘れちゃった結論、寝る。以上、じゃあね。